習得してみようと思います。はい、頑張ります。どうもこんにちは。ワンツースリーファイブシックスセブンメン侍でーす。よいしょー。来ました。今回の企画は題しまして変わった楽器に挑戦しよう。よっしゃらっしゃらっさなんかよっしゃなんかさなんか変わった集団になってんだよ楽器より変わっちゃってるから。まあ我々ね、やっぱ普段皆さんご存知の通りバンドやってますよね。で世の中にはですね、まだまだ僕たちも知らないような、そして世の中の皆さんも知れないような変わった楽器っていうのがたくさんあります。はい。それをちょっとメンバーに一つずつ選んで、はい、それをちょっと習得しようじゃないかと。これね、結構知名度高いんじゃないですか、こちら。これなんか見たことありますこちらカリンバ、アフリカの民族楽器でございまして、ここについてる銀の、これを親指でこう弾くと、さ、定規でやんなかったやるやるこうやるやってやった。ちょっと近いかもね。まあそれにちょっと構造は近いんじゃないですかね、ねこれ見た感じだと。指先でこの爪を弾くような形で演奏します。ダカさんその音階の知識もあるし、まあ、やっぱ琴も弾いてる男ですから。いやでもさ、すっごい繊細じゃん。おい、指めっちゃ太いよ。クリームパンの手してるからね。でも綺麗な音だね。めちゃくちゃ綺麗。なんか綺麗だね癒されるよね。次紹介するのがカズーという楽器です。口に加えて声を出すことで中にね膜が入ってて、それがブーって揺れて振動が出て、それが音になる。この大きい方から吹くっていうことですね。で、そっちなんだ。うーって言いながら吹くとっていう風になります。それだけの楽器なんですけど、で自分でうーってやるとになるってすげえいうものですね。カズーに関しては本当に歌声が音が変わるだけなんです。歌う前コンピーとかで言った方が上手に。これ僕持ってます。これ持ってんの？前に持ってこなかったっけ？マジ？これ200円ぐらいと結構安い安いやつはお手軽なんだ本当に安く買える。次、そちらの黒いやつですね。これか。はい、そちらが鼻笛です。聞いてその通り鼻息で演奏する笛でございます。鼻の息がここからちゃんと出るような角度で出すっていうことと、あと口を開けること。口閉じるとならないです。口開けると鼻詰まったら終わりじゃん。そうね、こちらが鼻笛でございました。次はそっちの筒に入ってるやつ、それこちら抗菌でございます。それが楽器っていうよりはそれケースなんですよ。そういうそれを下に引っ張って、そう、それが中身、それが本体。抗菌ってまあ口に琴って書いて抗菌。こちらはベトナムのダンモイという種類の抗菌。この、ダンモイに関して言うと、歯でを挟まずに、唇で軽く挟み込みます。おお、すごい。いやでも難しそうこれ。こちらのこのね、可愛らしい、昔こういうなんかぐるぐる回すやつあったよね。アサラトといって、アサラトという木の実を使ったアフリカの楽器でございます。木の実なんだこれ。でこれこの中にそう小石が入ってまして、これ振るとやっぱこうシャカシャカ。マラカスやん、マラカス。そうっす。ああ、マラカスみたいなみたいな感じ。現地では、まあ日本でいうお手玉みたいな感覚で子供たちに使われてるみたいです。折れちゃうのないね。すごいね。こちらフレームドラム。まあ名前もなんか見た目もちょっとこう馴染みがあるというか、まあ中近東でよく使われてると。こちらはフットパーカッションのこのタンバリンですね。見た目的に。でこれをこうゴムになってるんで足につけて振るとこうシャンシャンシャンみたいな。なるほどね。そちらの真ん中の四角い箱みたいなやつです。ディジュリドゥ。こちらオーストラリアアボリジニという民族の楽器で、本来はこれシロアリに食べられて中がこう空洞になっちゃった長い木を使って演奏する楽器なんですけども、このサイズでも同じように吹けるよっていう改良されたやつです。
この3つは、ちょっと打楽器としては1人担当していただいて、全部やの一人で。そうです。ディジュリドゥ。音階にちょっと自信ないんで、花笛とかカヌー、カズーとか。あそうなのでこれにしました。カリンバ。音階やっぱこうどうとか、こういうのが分かるんで、ちょっとそこの知識を生かして頑張ります。ドゥルルルン。花笛です。なんか僕はこの練習期間が少ないってことでちょっと持ち運びしやすそうなのでこれにしました。わかる、それ大事さ。ドゥルルテン、これです。いや、僕は別にそんなこれから仕事があるわけではないんで、別に家でもできるかなと思って、音階がないっていうのが一番楽なので、これは選びました。まあドラムやってるしね。ドゥルルルテンカズです。おお。僕は音階には自信あるんで、こちらを。いいよ、分かれてるよ。抗菌です。お。僕はやっぱちょっと可愛らしい音がしたじゃないですか。素敵な音したよね。そうそうそう。だからちょっとこれやってみたら面白いかなと。カバーとかおしゃれだよね。ね。YouTube のためにバンド練もちょっと組まないといけないですね、これは。待ってよ、忙しいよ。マジか。できる限り1週間で、はいこの珍しい楽器たち習得してみようと思います。はい、頑張ります。どうも、僕が担当する楽器はこちらです。カズーです。こちらはですね、口に加えて歌うだけという超簡単な楽器になっております。本番まで1週間ぐらいあるので、頑張って練習したいなと思います。はいどうも、ディジュリドゥを担当しますリンネです。難しいな。空気の入れる量で多分音が変わっていくのかな。違うのかな。なんだろうこれ。やばい。息がまた。カリンバを担当する僕です。これは大変だ。練習したいと思います。ちょっと待って。やっぱちょっと懸念点としては安定しない？なんか何回かやると失敗したりとか、一曲中でもどっか間違えたりっていうのは確かに多い。ちょっと待って。しかもこれ弾くのが、こう、指でこう、弾くんですけど、完全にこれと一緒なんですよ。これ、ベースと一緒だったんで、くしくも。なんでこれはちょっと僕が選んでよかったんじゃないかなと、我ながらいいチョイスをしたと思っております。なんかいろいろ駆使してやりたいと思います。はい、ということで1週間が経ちましたけども、来ました。皆さんどうですか？服変えただけで1週間経ったように見えるのはすごいですね。おーい、1週間経ってんだわ。リンネが突っ込んだ。でも正直
あんま合わせてないから6人で合わせるの今日初めてだもんね。そうね1回だけやったもんね俺らは5人でね。そうそうやりねもレアさん抜きで5人でやったもんね。そうなの？いましたよ。そうだ、みんなは揃ってないんだ。でマラさんバッグみたいなの何持ってる？伴奏がね、うんできる楽器がやっぱカリンバしかいないから、確かに。まあちょっと寂しいかなと思ってちょっとお願いしてこちらのハンドパンっていう何それこちらですこちらを追加で僕はやることになりました。というかやることにしました。マラさん1回の音出して最初のあそうポーンってあそれです。オッケー。ということで、King&Prince さんのシンデレラガールと、はい。我らジャニーズおなじみ勇気 100% をはいはいは。はいいやらせていただきましたけど、ありがとうございます。どうですかね。動画を見てる皆さんにはどう見えたんですかね。気になるよね。わかんないね。マラさんのさ新しい楽器追加してよかったね。なんか、可愛らしいよ。結構変わるね。いいでしょうかね。全然違う。ということで、はい。まあ、今後またやるかもしれないんで、その時はぜひ、あの時やってたやつだなと思って見てください。はいお願いします。以上、セブンメン侍でした。頑張った頑張ったその、普段やってるんだから、混ぜてやったら。あ混ぜてそれもいいね。ギターとかと民族楽器とか、そういうのもいいね。いい考えだ。よし。じゃあ3曲目はさ民族的な歌になるかもしれないね。衣装もこんなんなるだろうな。もうオリジナル曲が、そうこっちに寄っちゃうもん。